皆さんこんにちは、まゆです。新年明けましておめでとうございます。遅くなりましたが、気づけば早いものでもう1月19日。今年はどんな1年になるのかなとワクワクしています。さて、今日は増えた体重を戻すために私がよく作る冷凍作り置き弁当をご紹介します。忘年会にクリスマス、お正月や新年会など楽しいイベントが続き、ついつい体重が増えてしまったという方はいませんでしょうか。私もその一人です。増えた体重を健康的に戻すには食べないことではなく、炭水化物、脂質、タンパク質をバランスよく摂ることが大切です。とはいえ、毎日の食事を考えるのは大変ですよね。そこで栄養バランスの取れた作り置き冷凍弁当が役に立ってくれるかと思います。手軽に食べることができ、バランスよく栄養を摂ることができるので、増えた体重を元に戻すサポートをしてくれるはずです。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。たっぷりの水が入ったボウルにブロッコリーの房を下に向けて入れ、振りながら洗います。2、3回水を変えて繰り返し洗います。洗い終えたらブロッコリーをまな板に置き、茎の付け根に包丁を入れて切り分けます。枝分かれしているところに包丁を入れ、小房に分けます。大きめの房があれば軸に切り込みを入れ、手で裂くようにして大きさを揃えます。茎は表面の硬いところは切り落とし、真ん中の柔らかい部分だけを残すように切ります。残った茎を食べやすい大きさに切ります。耐熱ボウルに入れてふんわりラップをかけ、600ワットの電子レンジで3分加熱します。ブロッコリーは野菜の中でもトップクラスにタンパク質が多く、ビタミンやミネラル、食物繊維も含まれているので、ダイエット中の方や健康的な食事を取り入れるのに最適な野菜です。加熱が終わったらキッチンペーパーを下に敷いて水気を取り冷ましておきます。人参は皮を剥いてもいいし、剥かずに調理していただいてもどちらでも大丈夫です。ヘタを切り落とし、切り口を下にして3から5ミリ幅くらいに切ります。ずらして重ねたら3から5ミリ幅に細切りにします。フライパンに油をひいて熱したら、細切りにした人参を入れて炒めます。人参はベータカロテンという栄養素が豊富に含まれていて、目や皮膚、粘膜の健康を助ける働きがあります。ベータカロテンは生で食べるよりも加熱して油と一緒に摂ることで吸収率が上がるので、炒め物など油を使ったメニューで摂るのがおすすめです。人参がしんなりしたら塩少々と顆粒のかつおだし小さじ1を入れて、全体に行き渡るように炒めます。調味料が全体に馴染んだら出来上がりです。ブロッコリーの水気が取れたら使う分だけ取り出します。今回使わない分は保存容器かジップ付きの保存袋に入れて冷蔵庫で保存します。冷凍庫に入れる場合はジップ付きの保存袋に入れて保存してください。塩少々、ラカント小さじ1/2と醤油小さじ1を入れ、全体に混ぜ合わせます。いりごま大さじ1を入れ、全体に和えたら出来上がりです。すりごまで作っても美味しいのでおすすめです。長ネギは1本使います。緑色の部分の穴の中に土が入っていることがあるので、中の部分もよく洗います。長ネギの緑色の部分にはベータカロテンやカルシウムなど栄養素が豊富に含まれていて、栄養価がとても高いのでみじん切りにして使っていきます。根元を切り落とし、切り込みを入れたら端から3から5ミリ幅くらいに切っていきます。次に鶏胸肉を切っていくんですが、その前にボウルに小さじ1/3の塩とおろしにんにく小さじ3くらいと酒大さじ2を入れておきます。
鶏胸肉は皮を取り3等分に切ります。3つに分けた鶏胸肉は繊維を断つようにそぎ切りにします。そぎ切りにしたらボウルに入れておいた調味料をもみ込みます。片栗粉大さじ2をまぶし全体に絡めます。フライパンに小さじ1の油を引いて熱したら鶏胸肉を弱火で焼きます。焼き色がつくまで焼いたら裏返し反対側も焼き色がつくまで焼きます。蓋をして弱火で5分蒸し焼きにします。蓋を取り軽く炒めます。この時フライパンに少し焦げがつくことがあるんですが、適度に焦がす方が香ばしくなり美味しいので少し焦げていても問題ありません。最後にみじん切りにした長ネギと鶏ガラスープの素大さじ1を加えてさっと炒めます。ごま油大さじ1を加え全体に絡めます。味見をしてお好みで塩を少々入れて味を整えます。しっかり冷ましておきます。おかずを冷ましている間にオートミールの米化を作ります。ボウルにオートミール 150g を入れます。木綿豆腐のパックに入っている水を捨ててボウルに入れます。絹豆腐を使う場合はしっかり水切りしてください。オートミールの種類は米化をするには粒に硬さがあるロールドタイプがおすすめです。米化にしたオートミールを5食に分けるのですが、タッパー1つに対して約 90g のオートミールになります。オートミールを平らに広げます。その上に均等な厚みになるようにおかずを平らにのせます。均等に入れることで電子レンジで温めた際に加熱ムラを極力防ぎます。できました。食べるときは600ワットの電子レンジで5分くらい加熱します。持ち歩いた場合の加熱時間は少し短めに加熱してください。冷たい部分が残っている場合は10秒ずつ追加で加熱してください。Let's follow the coast as far as it goes, or until we disappear. That gives me